前の動画で6月に行ってきた渡韓寺の、購入品紹介を韓国のホテルで友達と撮ったものをアップしたんですけど、そちらはお洋服とかアパレルブランドのものが中心で、それ以外の雑貨とかお菓子とかコスメとかがまだ紹介できてないものがたくさんあったので、そちらを紹介させていただきたいと思います。頑張りましょう。6月に友達と韓国行って、お買い物してきた他に、その一緒に韓国行った友達がその後すでに2回韓国に行っていて、遠隔買い物みたいな感じのことをいつもしてるんですけど、それで買ってきてもらったものとかいろいろお土産をいただいたので、それも合わせて紹介させていただきたいと思います。頑張りましょう。この動画の一つ前がホテルで撮った購入品紹介で、さらにその前が、韓国の旅行中の Vlog をアップしていますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。ではまずその6月に韓国行った時に自分で現地で見て購入したものを紹介します。最初にこちら、もう開けて使ってるんですけど、コイセイヨの、香水です。今年の3月に東京でポップアップがあった時も、多分なんだろう、香水って輸入が難しいんですかね。ポップアップにハンドクリームとか、あと練り香水ってきてあったんですけど、でも香水持ってきてなかったんですよね。香りを実際に確かめてから買いたい派なので、今回初めてストアに行けるっていうことですごい楽しみにしてて、その時の Vlog でも話してるんですけど、もう入った瞬間ほんとこの香水の香りそのまんまでした。水色のビジュアルが可愛いです。で、香りはレモンがメインなんですかね。レモンなんですけど、すごい爽やか系って感じでもなくて、なんかパウダリーな、なんかちょっと懐かしい感じの香りがします。なんか子供の頃使ってたコロンみたいな、56,000ウォンとかなので、香水にしてはお手頃、ギフトとかにもすごくいいなって思います。ショッパーもかわいいです。フェアリーかな、ルーム311にも今回初めて行って、このネックレスを買いました。かわいい。フェアリーはラフォーレのシープで取り扱いがあって、ドットの缶バッジ持ってるんですけど、僕も今回の6月の渡韓で初めてショップに行けてすごい嬉しかったです。扉とかがいつも SNS で見てた空間、古めかしい感じのビルの一室にあって、それがすごく雰囲気があっていいなって思いました。この星のネックレスかわいいです。次はドット雑貨、その前の動画でも出たんですけど、なんか韓国のアパレルブランドとかって iPhone ケースあるところが多い気がします。前もアテンズの水色のケース使ってたんですけど、今回はこのドットのやつ買いました。次がこちらのソースにある EQL っていうセレクトショップなのかな。服とか、あとポップアップとかもよくやってるんですかね。一通り人気なものとか流行ってるものとか見れるので楽しいです。レジの奥の方にインテリア雑貨とかも置いてあって、そこで見つけました。ミングルって合ってんのかな。
してて、中はこういうノートなんですけど、いろいろこういうシールとかステッカーとかいただくじゃないですか。ただもらうだけでもったいなくて活用できなかったりとかすることが多いから、なんか思い出にこうなんか書いたりとか貼ったりとかしようかなって思って、いった記録とか写真とかショップカードとか貼ってなんか記録していきたいなって思って買いました。後で調べたんですけど 60% で取り扱いがあるみたいです。なので日本からでも買えます。でもいろいろ柄あったし、実際見てみたいなって人は EQL に行くと取り扱いがあるのでおすすめです。次がコスメとかオリアンで買ったものになります。今回はあんまりコスメ買ってなくて少し紹介したいと思います。まずこちらはホイップドソンスンにショップがあります。その EQL の目の前にあります。でコンテナに入ってるクレンザーなんですけど、このちっちゃい入れ物に入ってるからお土産とかにいいなと思って友達といっぱい買いました。確か5個買うと1個ついてくるっていう感じだったので3個ずつ選んで6個にして一緒に買いました。小分けになってるお土産ってシートマスクぐらいしか選択肢が今までなかったので、なんかこういうのもいいなって思いました。で次がオリアンで買いましたカラーグラムのクレヨンしんちゃんコラボのアイテムです。では私は白が好きなのでこれにしました。シェーディングでこういうタイプの繰り出し式なのが使いやすい。こっちで塗ってでこっちがブラシなんですけどでぼかして使えます。あと次がこれはナプキンなんだけどX でバズってるのを見てひんやりするクーリングのナプキンが韓国にあるっていうのを X で見てて、多分今年ぐらいから日本のメーカーでもなんか出たっぽいんですけどね、夏暑いから気になるなと思ってソフィーのがあったので買いました。行った時ちょうどセールやっててなんかいっぱい並んでる中でも安かったからこれにした。いくらだったんだろう。使ってみたけど確かに持続性があるとかじゃないんですけどこう気持ちいいひんやりするから本当夏とかはいいなって思いました。で次はコンビニで買った食品お菓子です。クレヨンしんちゃんのカップ麺キャラクターが何個かあったんですけど白が好きだからこれにしました。多分塩味っぽい感じなのかなと思ってます。このしんちゃんのかまぼこ入ってるみたいなので楽しみ。マーラータンハイディーラオのマーラー春雨が春雨じゃない春雨か春雨。日本で売ってるやつは食べたことあるんですけど韓国で売ってるやつまた味が違うのかマーラータン大好きなので買ってみました。自分用にしてもいいし友達にあげてもいいなと思って買っておいたやつです。お菓子はメマこちゃこの飴よいしょ飴です。かわいい。めっちゃ綿飴みたいな匂いする。
けどポッキー、リラックマパッケージかわいい。なんか好きなキャラが多すぎて渋滞してます。これが6月に自分で韓国行った時の購入品が以上です。ここからは、遠隔で買ってもらったものとお土産編になります。まずはね、これはすごい気になってたごま油。小島さんとサッシーが Vlog に上げてたのを前回韓国行ってる時にちょうど友達と見てて気になるねって言ってたけど買いには行かなかったんですね。じゃあ買ってきてくれました。嬉しい。これ興味あったので味が違うのか試してみたいと思います。ちゃんとこれに入ってて多分割れないようにかな。これと一緒に使いたいのがこれですね。韓国の無印限定だから気になってて友達にお願いしました。これにこれ使って作りたいと思います。無印のものはこれ TikTok で見てトウモロコシ味のお菓子が好きなので買ってきてもらいました。これも無印。お茶。あ、1個紹介し忘れてる。紹介し忘れてました。TTA というショップで買いました。このお家の形、茶こし。これもお土産にいいと思います。8000円ぐらいだったので1000円弱ぐらいで買えるのが感じになってます。これで冬とかお茶入れて飲みたいですね。これはティーカップついてるから使わない。これは茶葉なんか買ってティーお茶したいなって思います。シャンプーもらいました。これのウォータリートリートメントがすごく良くて、去年の夏に韓国行った時にこれのウォータリートリートメント買ってすごい良くて、その後9点でリピートで買いました。でその時にシャンプーのテスターもついてて使ったことあるんですけど結構好きだったので嬉しい。シシ星だったのかなの両面のコースター、どっちでも使えるのが可愛いですよね。水色とかのものが多いんで、このネイビーとグレーの裏表だったな。出るものとも相性が良くて可愛い。ニューニューでまずこれドットのピン、前髪シュッてやってこの辺で留めるとかやりたくて、前回6月に行った時はこういうのなかったんですよね。友達が今回7月に渡韓する時にあったよっていうことで買ってくれました。次がこれはマスキングテープ。星がめっちゃ可愛い。こちらはチェックのメモ帳。これも可愛い。ドットが好きなんですけど最近チェックも気になるのでチェックのものをいっぱい集めてます。こちらのブランドエリアショップで合ってるのかな。ティッシュカバーなんですけどこれはハマるかな。あ、やりそう。これだとどうかな。ポエスとかも気になってて、お部屋に1個あったら可愛いかなと思って。いいじゃん。可愛い。韓国の購入品とお土産をご紹介しました。